角川さん、はい。全然話が急に変わっちゃうんですけど、はい。ダメらしいです。ダメ。大丈夫、大丈夫です。はい。角川先生が出したパドルの研究が僕はすごい印象的というか、現場にこうすごく選手たちに伝えることが多いんですけど、はい。なんかこう、角川先生的にどういうふうにコーチングに役立ててますか？そのパドルの研究っていう言葉だと多分聞いてる人たちわからないと思うんですけど。ちょっと出します。さすが準備がいい。すごい。バタ足のことじゃなくてもいいですか？いや、僕が逆にいいですか？手の話ちょっとしても。はい、聞きたいです。まあ、先ほどの研究と同じ方法なんですけど、パドルをつけたときに手の推進力であったり、あとは手をかくスピードとか頻度とかそういうものがどう変わるかっていう研究をやってみました。圧力を測ってモーションキャプチャーをしてっていうのをやっていて、これは論文も2つほど出してるんですけど、もともと私も選手の時クロールすごい苦手なんですけど、パドルをつけるとすごい楽に長く泳ぎ続けられるなっていうイメージがあったので、本当にパドルをつけるとパワートレーニングになるのかなっていう疑問がありました。あとは研究としてなんですけど、やっぱりパワーっていうのが何かっていうと、まあ、手で言えば手に働く力と手が動くスピードをかけたもの、掛け算したものになるので、パドルをつけて手の動きが遅くなるんであれば、本当にパワーって上がってるのかなっていうのは疑問があったのでやってみました。で、その結果なんですけど、全力で泳いだとき、パドルをつけて全力で泳いだときと素手で全力で泳いだときに手に働く推進力自体は差がなくて、どちらも同じ結果だったんですけど、パドルをつけた方が手が動くスピードが遅いというか、水と手の相対速度なんですけど、明らかに低下したので、そのパワーで考えると、実際パワーも計算して出したんですが、パドルをつけた方が、低いじゃないな、パワーが小さいっていう結果になりました。でその時もいろんな泳速度で分析をしたんですけど、例えば、その全力で泳いだ時っていうのは、発揮するパワーが等しいと仮定しますよね。全力で泳いだ時に発揮するパワーはずっと等しいって考えると、パドルをつけると手のスピードが遅くなる分、なんかもっとパワーを出せるっていうか、なんて言えばいいんだろうな。論文出してもわかんないかな。間違えました。さっきからピーってなってるのって、ケイスケさんちですか？今ピーって音鳴ってるのって、ケイスケさんちですよね。メモっちゃ記録。大丈夫です。椅子座る音ピーみたいな。いや、多分子供が鳴らしてんじゃん、あれ、多分。これ共有されてないかな？共有されてないです。いや、全然いいっすよ。かわいいんで、音。共有されてないですね、まだ。ちょっと時間かかるんですかね、角川さん。さっきできてたんで。金子くん、パドルってどういう練習の時に使ってますか？もうそのスプリント練習とか？全部使います。持久練の時も、スプリントの時も。これ今何見えてます？見えてます。何が見えてますか？今、表ですね。フィグ3とテーブル1。これ見えてますか？382ページ。なんか見えてきた。青いのと赤いの。これですね。
と分かりにくいんですけど、この赤い点々、上のグラフだと赤い点々がパドルをつけたときに発揮しているパワーで、青い丸が素手で泳いだときに発揮しているパワーになります。で、横が速度で縦軸がパワーなんですけど、同じ速度で比べると、パドルの方が手の速度が遅くなる分、パワーが低くなるんですよ。同じ推進力を発揮してたとしても、動作速度、動作スピードが遅いので発揮され、使っているパワーが単純に言えば低くなるので、もっと高い推進力を出せるというか、なのでもっと高い速度で泳げるっていうのがここで出てます。なんて言えばいいの？わかりますかね？赤と青を比較すると。だから、結局全力で泳げば発揮するパワーっていうのは変わらないんですけど、その時に達成できる速度は変わってくるっていうのがあります。パドルをつけても力の出す大きさは変わらないってことですかね。なので全力で泳いだとすれば、発揮するパワーは同じで、ただパドルの方が最大で発揮できる推進力が大きくなるので、その効率がいいというか、タイムが速いってことですね。なので、素手と比べてパドルの方が速く泳げます。で、逆に同じスピードで泳いでいる、同じ距離を同じサークルでずっとトレーニングするのであれば、素手で泳ぐよりもパドルで泳いだ方が楽っていうのは、その同じ推進力であっても動作スピードが遅くなる分、楽に泳げるというか効率よく泳いでいるので、そういうのを考えるとパドルっていうのは楽に泳いでいるっていうのをしっかり認識しなきゃいけないなっていうのがあります。その全力を出すのであればいいんですけど、同じスピードで泳ぐのであれば逆にパワーは減っているっていうことが分かりました。あとは動作速度が変わるので、例えばフィンを履いた時も足の動作速度って遅くなると思うんですけど、それとバランスを取るために手にもパドルをつけて、両方ちょっと遅くなる。動作スピードは遅くなるけど、全力で泳いだ時の動作スピードは遅くなるっていうので、もしかしたらバランスが取れるのかなとか、そういうふうには考えるんですけど、だから必ずしもパワートレーニングになってるっていうわけではないっていうことです。ありがとうございます。なるほど。いや、僕もその用語で言ったらパワートレーニングっていう意識で今までそのスプリントとかパドルつけてやったりしたんですけど、でも純粋にその筋力強化みたいな、スピード関係ないその力だけを鍛えるトレーニングとしてはパドル有効なのかなって思うんですけど、どうですかね。結構やっぱ感覚的には素手よりもパドルをつけた時の方がその高い強度で正しい動きをして筋肉に効かせられてる感じがあるんですけど、どうなんでしょう。そうですよね。パドルをつけると腕確かに使って疲れるんですけど、そういうその筋力強化っていう意味ではそういう有効ですかね、パドルを使ったトレーニング。ただその、筋力というかパワートレーニングとして使うっていうのもあるんですけど、研究の結果だと素手で全力で泳いだ時も同じ効果が得られるんじゃないかっていう結果になりましたね。なるほど。あと重く感じるっていうのもあると思うけどね。末端っていうか体から離れれば離れるほど重く感じるし、重く感じるところをでかくするから、多分重く感じるんだと思う。でも重く感じるけど実際手で起きてる現象がそうっていうのは面白いなって。あとは書き始めるポジションが明らかに変わります。パドルをつけると手が全く沈まなくなるので、入水した時に手が全然沈まなくて、多分10センチ近く変わるので、結構最初からこの手が水面にある時から力を発揮している感じになって、そのパワーだけで考えると
パワートレーニングになってないっていう話になっちゃうかもしれないんですけど、泳ぎ自体が変わって、なんか力を発揮し始めるタイミングとかが変わってるのかもしれないです。なんかパドルの役割とかをコーチも選手も認識すると、すごくこう、競技力に結びつきそうですね、今の話は。そうですよね。パワートレーニングのことは、競技現場で実際トレーニングされてる方の方が、どうやって使ってるかっていろいろ考えられてると思うんですけど、まあ、この研究から言えることは、まあ、例えば長く1時間近くプールでパドルを使って泳ぎ続けるっていうのが必ずしもパワートレーニングにはなっていないですよっていうのは言えると思います。ただ長く泳ぐ練習にはなると思うんですけど、だから効率よく楽に泳ぐことができるので、その分長く泳ぐことができるだけであって、使ってるパワーは少ないかもしれない。そこを注意しないと、プールいっぱいやってるのにパワーつかないとかっていう話になるかもしれないです。スプリントの時と長く泳ぐ時では全く考え方が違うんじゃないかなと思います。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあ、そろそろですね、もう1時間ちょっと過ぎてきてますんで、ちょっと最後まとめさせていただきたいと思います。まとめスライド作っちゃいました。すげえ。はい。僕の方でちょっと話聞いてて、こういうことなのかなっていうことでまとめさせてもらいました。まず最初は、クロールのバタ足は、成田先生も角川先生も推進力にも抵抗力にもなるっていうのをおっしゃってたかなというふうに思います。で、その後、高い泳速度の中ではどうかというところで、そこではキックの役割が変わってくるんじゃないかって話も出てました。あとはこれはすごい言葉なんですよ。水しぶきはエネルギーをまき散らしているという話も出てました。で、あと、音で推進力を評価できたら面白いかもっていうような意見もありましたので、これは今後研究が出てくるかもしれない話かなって思いました。はい、こんな感じでまとめさせていただきます。ありがとうございます。素晴らしい。はい。で、いくつか質問とかも来てるんですけども、こんな感じでまとめます。はい。最後、角川先生、どうでした感想。ちょっとうまく説明できているのかっていうのが不安があるんですけど、やっぱり研究を実践現場に生かすっていうのは最終的な目標ではあるんですけど、まずは伝えるっていうのが難しいなっていうのをずっと感じているので、こういう機会があるとすごい嬉しいです。また来てくれるんですね。ありがとうございます。だから自分も実践場面をしっかり見ながら研究していこうとは思ってるんですけど、やっぱ難しいですね。はい。では、角川先生、本当に今回はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。では、それでは今回もご視聴いただき皆さんありがとうございました。何か次回に向けて連絡ありますか？大丈夫ですか？はい。またテーマが決まったら告知があるかと思います。ではまた次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。